この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。というわけで、パワー半導体メーカー比較ということで進めていきたいと思います。半導体の中でもパワー半導体は電力を制御するという非常に重要な役割を担っています。パワー半導体がないと鉄道は動きませんし、電気自動車、ハイブリッド自動車も動きません。今回の動画はそういったパワー半導体業界でどういったプレイヤーがいるのか、それぞれの会社の特徴やラインナップなんかを動画でまとめてみます。こちらの右側にざっとですがパワー半導体をやっている会社をまとめてみました。上の方にある7社がパワー半導体のキープレイヤーと言われる会社です。売上も非常に大きいですし、シェアも取っています。またシリコンのパワー半導体だけではなく、炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの化合物半導体もやっている会社です。こちらの真ん中の会社はパワー半導体のキープレイヤーとまでは言えませんが、パワー半導体もやってるよねとか、あとはパワー半導体がメインの事業であるけど、キープレイヤーほど売り上げは多くない、そういった位置づけの企業です。下の方にある会社はパワー半導体でも特に化合物半導体を専業にしてやっている会社です。一点集中してやっています。というわけでメーカー比較始めていきますが、その前に今日のスポンサーの JLC-PCB の紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。今回10月15日までエンジニアの日ということで限定クーポンを配布しています。6層基板のクーポン、通常の注文でも使える割引や表面実装、フレキシブル基板用の割引クーポンなども用意してもらいました。概要欄のリンクからもらえるので、この機会にぜひ作ってみてください。最初にパワー半導体の概要についてスライドを3つ使って解説します。他にもパワー半導体の解説動画作っていますので、概要欄にリンクあります。そちらもぜひ見てください。パワー半導体としてよく使われるのがこの5種類です。ダイオード、サイリスター、GTO、GCT、MOSFET と IGBT です。ダイオードは電流を一方向だけに流せる半導体です。この図だと下から上方向に電流が流せます。電流は上から下の方向には流れていきません。ダイオードと似たパワー半導体でサイリスターというのがあります。サイリスターもダイオードと同じように電流を一方向だけに流せます。ダイオードと違うのは何かというと、電流を流し始めるタイミングを制御できることです。サイリスターよく見るとぴょこっと線が生えていますが、これはゲート端子です。このゲート端子にパルス電流を流すと、そのタイミングからサイリスターの主回路部分に電流が流れ始めるようになります。主回路に電流が流れ始めたら、あとはダイオードと同じです。さらにサイリスタと似たような素子で GTO、GCT というものがあります。これはゲートターンオフサイリスター、またはゲートコミュテッドターンオフサイリスターです。サイリスタと同じように電流を流し始めるタイミングを制御できます。それに加えて電流を止めるという機能があります。ゲート端子から電流を引き抜くと主回路部分に流れている電流は流れなくなります。このように流れている電流を半導体自体の制御で止めることができるデバイスを自己証拠型のデバイスと呼びます。流れている電流を止められるというのは非常に便利な機能なので、やはりですね、自己証拠型のデバイスを使いたいです。ここのゲート端子に電圧を加えるだけで動くようになるんですね。実際は MOSFET、IGBT でも電流は少し流れるのですが、GTO、GCT に比べると微々たる量です。ちなみに GTO の場合は電流を止めるのに主回路に流れている電流の約 20% 程度ゲート端子から引き抜く必要があります。GCT に至っては主回路に流れている電流と同じ量の電流をですね、こちらのゲート端子から引き抜いていました。超大電流をここから引き抜くんですね。ですのでゲート駆動回路なんかも非常に大型化しています。こういったパワー半導体があるのですが、これは基本的にシリコンを使って作られています。最近はですね、ワイドバンドギャップ半導体を使ってさらに高性能化させる動きがあります。パワー半導体で一般的に使われているワイドバンドギャップ半導体は炭化ケイ素、SiC、窒化ガリウム、GaN です。最近ですと、ウルトラワイドバンドギャップ半導体といったものもあります。酸化ガリウムであったり、あとはダイヤモンドを使ったものなんかがですね、今開発されています。実際このようなパワー半導体はどういったパッケージに入れられているのか、それがこちらです。これらを実際の回路の中に組み込んでいきます。だいたいこの5種類を使うことが多いです。
ディスクリートパワーモジュール IPM。これはインテリジェントパワーモジュールです。IC タイプの IPM もあります。そして最後、圧接型プレスパックとがよく呼びます。まずディスクリートタイプのパッケージですが、このパッケージ一つの中に一つのパワー半導体のチップが入っています。だいたい電力のクラスですと数キロワット程度のところまででディスクリートパワー半導体がよく使われます。そして次、パワーモジュールです。パワーモジュールはこの中にいくつかのパワー半導体のチップが入っていて、そのチップ同士が内部で配線されているパッケージです。比較的大容量の産業用パワーエレクトロニクスの装置に使われます。メガソーラーとか高圧モータードライブ装置とかそういったところですね。大体ですけど数キロワットからメガワットクラスのところで使われます。よく見てみると端子の部分もネジ止めするようになっています。次は IPM インテリジェントパワーモジュールです。パワーモジュールに加えてパワー半導体を使うために必要なゲートドライブ回路であったり、あとはパワー半導体自体を守る保護回路なんかも一緒になっているものです。こういったゲートドライブ回路を自分で用意しなくていいので簡単に使えるといった特徴があります。IC タイプの IPM なんかもあります。これはエアコンであったり、あとは洗濯機のモーターを回すところでよく使われます。パワーモジュールほどの大電力は使わないけど、フットプリントをですね、ギュッと小さくしたいところで、こういった IC タイプの IPM を使うと良いです。そして最後は圧接型です。この円盤の中にサイリスターであったり、あとは IGBT なんかのパワー半導体が入っています。壊れた時に破裂しにくいといった特徴があります。こちらの円盤をいくつもスタックしていって高電圧、大電力の用途で使います。今までの結果をまとめると、こういったパワー半導体の適用範囲が書けます。この縦軸が装置の電力容量です。大きいところだとね、ギガワットぐらいまであります。横軸はパワー半導体のスイッチング周波数です。どれくらいの速さでスイッチをオンオフできるかです。直流送電や大容量のモータードライブ装置なんかにはサイリスターなんかが使われますね。パッケージの形状はプレスパックであったり、あとは IGBT モジュールを使うこともあります。鉄道のインバーターであったり、電気自動車のインバーターなんかは IGBT のモジュールを使ったり、SiC MOSFET のモジュールなんかを使うことがあります。そして家電とかもう少し電力が低いところになってくると、シリコン IGBT であったり、あとは SiC MOSFET の IC タイプの IPM を使うことがあります。大体こんなところです。そしてですね、メーカーの比較をしていくわけですけども、今回こんな表を作りました。各社の製品ラインナップをまとめた表です。今回シリコンのダイオードとシリコンカーバイドのダイオードはこの表には入れていません。もうちょっと詳しく見ていきます。日系メーカーはこんなところです。三菱電機、富士電機、東芝デバイス&ストレージ、ローム、ミネベアパワーデバイス。これは元日立パワーデバイスです。そして日立エナジー。これは元 ABB ですね。そしてルネサス三軒電機です。この黒い丸のところがラインナップとして持っている製品です。シリコン MOSFET、シリコン IGBT、SiC MOSFET、そして GaN パワー半導体です。パッと見、日本のキープレイヤー4社がかなりラインナップ的にも広く持っています。次、海外メーカーです。インフィニオン、オンセミコンダクター、ST マイクロエレクトロニクス、リテルフューズ。これは元アイクシスですね。そしてビシェイ、セミクロンダンフォスとマイクロチップとネクスペリアです。この後スライドを使って一社一社まとめていくんですけども、今回ビシェイとマイクロチップについてはまとめはありません。この表を見てみると、やはりインフィニオンが非常に強いかなといったところです。オンセミコンダクター ST マイクロエレクトロニクスも結構強いですね。そして意外なのが、リテルフューズがラインナップ的には結構幅広く持っています。しかもシリコンカーバイドもやっていますから。そして次、専業メーカーソノタです。まずはウルフスピード、もともとクリーでした。そして GaN システムズですね。これインフィニオンに買収されました。トランスフォーム、これはルネサスに買収されました。ナビタス、イノサイエンス、そしてテキサスインストゥルメンツです。シリコンカーバイドを専業にやっているのはウルフスピードです。ラインナップも広くて 3.3kV までありますね。ただ 3.3kV については完成品での販売はなくてベア台での販売です。それ以外の GaN システムズ、トランスフォーム、ナビタスとイノサイエンスはチッカガリウム専業の会社です。そしてその他でテキサスインストゥルメンツも入れました。TI はアナログ半導体の王者なんですけども、実はですね、チッカガリウムのパワー半導体も一部やっています。まずは国内のキープレイヤーから紹介していきます。最初は三菱電機です。会社全体の売上が 5.3 兆円。そのうちパワーデバイスの売上が2476億円です。パワー半導体をものすごく売っているわけです。三菱電機の特徴としてパワーモジュール製品に注力しています。こういったパッケージの製品です。
製品ラインナップも当然パワーモジュールで使うような大電力の IGBT が主力になっています。ラインナップを見てみると 600V から 6.5kV までの IGBT はカバーしています。鉄道用のインバーターには 3.3kV の IGBT を使いますし、もう少し電圧の高い産業向けで使う IGBT も揃えてます。ラインナップ見てもらうと SiC MOSFET も 3.3kV までカバーしています。これだけ見てみると結構いいじゃんってなるんですけども、売上的に見ると SiC 製品そこまで比率高くありません。この表から読み取るとだいたい100億円程度かなといったところです。やっぱり電気自動車のトラクションインバーターで使えるようなパッケージの製品が少ないことが原因かと思います。最近トラクションインバーターに使えるようなパッケージの SiC MOSFET なんかを出してきたので今後に期待しています。こちらの表、ガンパワー半導体実は持っていません。三菱電機の半導体事業で無線用の増幅器に使う高周波のガンデバイスはあるのですが、それはパワーエレクトロニクス用途で使うものではありません。ですね、三菱電機、やっぱりこういったパワー半導体製品を自社の他の製品に使えるっていうのが結構強いですね。例えばエアコンの切り紙がありますけども、DIP-IPM 使ってますし、鉄道向けのインバーターなんかも三菱電機やっていますので、そういった自社製品に自社のパワー半導体を応用できるというのが強いです。こういうのは総合メーカーの強い点かなと思います。次はこちら、富士電機です。新幹線で品川駅を降りるとこういった広告が見えてきますが、これ出しているの富士電機です。皆さんも今度よく見てください。あとは自動販売機の本体もですね、富士電機実はトップシェアを持っています。こんな富士電機ですけども、こちら IR 資料から引っ張ってきました。半導体事業の売上は2280億円です。内訳を見てみると、産業用モジュール、電装用モジュール、そして産業電装のディスクリートです。一部で観光体であったり圧力センサーなんか含んでいますが、売上にすると本当ビビたるものかと思います。このグラフから読み取ると2280億円の大部分、だいたい 90% ぐらいがパワー半導体から生み出されているのではないかと思います。ラインナップについてはこのようになっています。IGBT から SiC の MOSFET まで揃えています。先ほどの売上グラフからもわかるように産業用、電装用モジュールに非常に注力しています。その中でも特に IGBT と SiC MOSFET です。富士電機、実はですね、今年に入るまで SiC MOSFET を製品として出していませんでした。去年の段階ですとまだ開発中になっていたんですね、この2つは。今年になってようやくフル SiC のパワーモジュールを出しました。ようやくといったところです。富士電機については5年くらい前からチェックしているんですけども、他のメーカーと比べると市場に投入するまで結構時間がかかってしまいました。じゃあそれまでどうしていたのかというと、実はですね、シリコン IGBT と SiC ショットキーバリアダイオードを組み合わせたハイブリッド SiC モジュールでなんとか耐えていたという状況です。他のメーカーがフル SiC の製品をどんどん出しているのに自分たちだけ出せないっていうのは結構辛かったんじゃないかと思います。富士電機の技術力の問題なのか、特許関連なのか、それとも品質の問題なのか、出せなかった理由はわかりませんが、いずれにしてもこういった製品を市場に投入できたっていうのはとても良いことです。次は東芝デバイス&ストレージです。東芝の上場廃止とかって色々大変だったかと思うのですが、パワー半導体の事業については非常に勢いがあります。パワー半導体のキープレイヤーでもあります。東芝はグループ全体で 3.3 兆円を売り上げていて、そのうちパワー半導体とハードディスクドライブを扱う東芝デバイス&ストレージは7900億円です。そのうちのパワー半導体を扱う半導体セグメントの売り上げが4454億円になってます。東芝はですね、パワー半導体以外にもですね、アナログの半導体、フォトカプラーであったり、ダイオード、トランジスタ、他のアナログ製品なども結構売り上げが多いです。こちらも東芝の IR 資料から取ってきましたが、この図から計算すると、だいたいパワー半導体については1200億円程度売り上げがあるのではないかということです。若干数字がいろいろ合ってないところがあるんですけども、こちらについては参考程度にしてください。もうちょっと多いかもしれないですね。半導体のラインナップはですね、実は結構広く扱ってます。東芝はですね、特に MOSFET が強いです。20V から 650V くらいまでのパワー MOSFET が強いです。特に音抵抗が低いといった特徴があります。どこのメーカーもやっていることは似ているかと思うんですけども、低体圧 MOSFET はトレンチ構造にして単位面積あたりのデバイス数を多くして抵抗を下げるということをやってます。650V 前後の高体圧 MOSFET についてはスーパージャンクション構造を適用して耐圧を稼いでいます。
IGBT はディスクリート製品しかありません。これはですね、前の2社とは違う特徴ですね。IEGT と呼ばれる高体圧の、IGBT みたいのがあるんですけども、こちらについてはプレスパックの製品となっています。こちらの IEGT は温電圧が低いのが特徴です。SiC MOSFET は鉄道で使うことや、あとは高圧モータードライブも考えて 3.3kV 耐圧まで揃えています。ちなみに鉄道で使えるようにパワーモジュール形式もありますし、ディスクリート方式もあります。ガンパワー半導体については現在開発中となっています。これについては多分近いうちに出ますね。日経最後のキープレイヤーはロームです。会社売上が4600億円、そして半導体素子セグメントの売上が2019億円です。ちなみにこの売上は LED とか小信号トランジスタとかそういったものを含んだものです。こちらのラインナップ見てみると、シリコンの MOSFET、SiC MOSFET、IGBT、GaNパワー半導体まで幅広くラインナップしている、いわゆる全方向で戦略をとっています。ロームの IR 資料から取ってきましたが、このグラフから読み取ると、シリコンカーバイドのパワーデバイスの売上は約390億円、そしてシリコンパワーデバイスについては約950億円程度の売上です。ロームのラインナップをもう少しだけ詳しく見ていきます。高耐圧大容量のラインナップが他社と比べると少し弱いんですね。こういった赤枠のところです。IGBT にパワーモジュールの設定はなくて基本ディスクリートです。DIP-IPM はあります。ただ IGBT のベア台は販売しています。サプライヤーとして IGBT を供給して他社のパワーモジュールにロームの IGBT が実際使われています。ガンパワー半導体についてはいち早く市場に投入しています。2006年に縦型ガンの開発からスタートして、現在はガンオンシリコンの横型のガンを販売しています。こういった地下ガリウムパワー半導体についてですね、ディスクリートはもちろんのこと、ロームのアナログ回路技術を活かしたゲートドライブ回路ですね。ゲートドライブ回路とガンが一体になったパワーステージ IC ですね。こちら非常に使いやすいと思うんですけども、そういったものを製造販売しています。パワーステージ IC の何がいいかっていうと、フットプリントがギュッと小さくなります。そして何より使いやすいというのがメリットです。ここまででとりあえず日経のキープレイヤー4社かなといったところです。次はミネベアパワーデバイスです。ミネベア三菱の子会社です。この会社はベアリングとかモーターのイメージが強いのですが、ここ最近会社を買収してきて事業が多角化しています。会社の売上は1兆4000億円。そのうちパワー半導体が入っているセミコンダクターエレクトロニクス事業の売上は4940億円です。いろいろ製品があって、リチウムイオン電池の保護 IC ですね。それなんかはエイブリックを買収して手に入れてきました。もともと IGBT はやっていたのですが、ここ最近2024年に日立パワーデバイスを買収して比較的大電力のパワー半導体をラインナップに入れてきました。IR 資料を見るに日立パワーデバイスの売上はだいたい300億円から400億円規模かなといったところです。もっと多いかもしれないですね。基本的には高耐圧の IGBT モジュールが主力製品です。日立の産業向け装置であったり、送配電系統、あとは鉄道なんかにも使われてきた経緯がありますので、こういった高耐圧大電力用途は結構強いです。それ以外の SiC MOSFET については開発中となっています。ミネベア三菱って結構省電力なところで活躍している製品が多いかと思うのですが、日立パワーデバイスとの事業のシナジーっていう点ではなんかちょっとずれてるような気もします。次は日立エナジーです。日立はミネベア三菱に日立パワーデバイスを売ってしまったので、半導体なくなってしまったかと思われるのですが、実は日立エナジーの中で持っています。日立エナジーはもともと ABB の送配電部門を買ってきたものです。ABB は HVDC の送電システムであったり、あとは変圧器とか遮断機とかそういったところで強いところです。どんなラインナップがあるかというと、高耐圧の IGBT が豊富です。いろいろ用途はあるかと思うのですが、例えば HVDC の利用を想定したものであったり、力率保証装置であったり、メガソーラーへの適用を前提としているのかもしれませんね。この表には載せていませんが、サイリスタやゲートターンオフサイリスタなんても揃えています。三菱や東芝と同じような円盤形状のプレスパックです。それ以外にもこういった四角形のモジュールもありますね。この金属板の下に IGBT が入っていて、それをバネで押し付ける形状になっています。SiC MOSFET もラインナップに入っていて 1200V までのものがあります。こちらのロードパックというものです。800V のバッテリーで使えるように 1200V 耐圧まであります。
次はルネサスエレクトロニクスです。こちら IR 資料から取ってきましたが、会社全体の売上としては 1.4 兆円。そのうちの半分を約 MCU が占めていて、それ以外には SOC であったりアナログ製品があります。パワー関連の製品は全体のうち 5% です。さらにその内訳もありまして、ディスクリートパワー半導体はその 5% のうちの 25% ということですので、パワー半導体の売上としては183億円程度ということになります。ルネサスはパワー半導体の会社ではないのですが、パワー半導体かなり売り上げています。ここに書いてあるパワーマネジメント IC なんかも含めると400億円ぐらいいきそうですね。まずラインナップを見ていきます。製品の特徴なんですけども、パワーモジュール形式の販売はありません。基本的にはディスクリートかウェハーでの販売です。ラインナップを見てみると、低体圧の MOSFET が豊富です。高体圧の MOSFET も用意していますが、おまけ程度といったところですね。IGBT のラインナップはそこそこあります。ただ製品ラインナップ見てみると、ウェハー形状での販売が多そうといったイメージです。とか他のところにサプライヤーとして売ってるってことですかね。GaNパワー半導体もラインナップとして揃えているのですが、これは2024年にトランスフォームを買収した時に買ってきたものです。狙いとしてはやはり車載向けのオンボードチャージャーであったり、DC-DC コンバーターなんかを強化したいといったことでしょうか。一緒にトランスフォームの紹介もしてしまいます。これは窒化ガリウムパワー半導体を専門にしている会社です。GaNパワーデバイスの構造が少し違っていて、こういったカスコード接続を採用しています。高体圧の GaN ヘムとノーマリオンのもの、そして低体圧のシリコン MOSFET を同じパッケージ内に収めたものです。この構成にすることでノーマリオンの GaN が使えるようになります。他のメーカーですとノーマリオフタイプのエンハンスメントの型の GaN を使うことが多いですね。よく eGaN って書いてありますね。それです。利点なんですけども、ゲート電圧加えるところはシリコン MOSFET なので、従来と同じプラスマイナス 20V で使えます。通常のエンハンスメント型の GaN はだいたいマイナス10からプラス 7V 程度しか加えられません。データシートを見てみると波形の立ち上がり立ち下がりが少し遅いので高速動作は少し不利かなといったところですが、実際に使ってみると回路の外のデザインの方が影響大きかったりするので実用的には問題なしといったところです。次は三軒電機です。会社売上が2254億円、そしてパワー半導体関連製品の売上が約1458億円です。もともと UPS などの産業用の装置なども作っていたのですが、それは GS ユアサに売却して、今は完全に半導体の会社になっています。ラインナップを見てみると MOSFET、そして IGBT が主力製品です。ここには書いていないのですが、自動車のオルタネーターとかに使うダイオードであったり、あとは電源 IC なんかもやってますね。三軒電機の電源 IC といったらかなりですね、有名かと思います。三軒電機、こういった IPM 形状の IGBT モジュールがありますね。よく白物家電、洗濯機のモーター、冷蔵庫のコンプレッサー、エアコンのコンプレッサーを回すのなんかに使われますし、車載なんかだと最近はですね、コンプレッサー電動になってきています。オイルポンプも電動のものがありますので、そういったところで使われてきています。電源 IC もやっているので、家電の制御基板やコントローラーへの電源供給もできてしまうわけです。ここまでで日本勢の紹介はおしまいです。次からは海外勢です。キープレイヤーから紹介していきます。パワー半導体シェアナンバーワンのインフィニオンです。パワー半導体の売上が約90億ユーロ、会社売上は163億ユーロなので、インフィニオンはパワー半導体では非常に強い会社です。まずこちらのラインナップを見ていきます。もうほとんど埋まっていますね。シリコンのパワー半導体の低体圧から高体圧まで、そして炭化ケイ素、窒化ガリウムといった化合物半導体までカバーしています。SiC を見てみると 2kV のものもあります。メガソーラーなんかで使うことを想定したものですね。パネル電圧が 1500V です。そこに 1.7kV のデバイスを使うと耐圧が少し心配ですし、3.3kV を使うとコスト的に割高になってしまう。そういった意味でちょうどいい 2kV といったところです。インフィニオンはパワー半導体の会社を買収してきた歴史があります。2015年にはインターナショナルレクティファイアを買収して低体圧 MOSFET と GaN を入手しました。当時の IR から出ていた GaN はカスコード接続だったようですが、今インフィニオンから出ているものはエンハンスメント型です。そして2023年には GaN システムズを買収しています。この買収でですね、GaN システムズの高性能な地下ガリウムパワー半導体特許、そして開発チームを買ってきたと、そういったことになりますね。
インフィニオンはパワー半導体以外にも MCU やゲートドライブ回路なんかも保有しています。こういったものをまとめてソリューションとして提供できるというかなり強い立場にあります。ルネサスや ST マイクロなんかも割と同じ感じでですね、ソリューション提供はできるようになってます。ちなみにインフィニオンはパワー半導体の数と種類が多すぎてどれを使ったら良いのか迷うってことが結構あるんじゃないかなと思います。私も迷いますね。次はオンセミです。パワー半導体のシェアナンバー2です。会社の売上が83億ドル、そのうちパワー半導体関連製品ですね。アナログとかアイソレーションとかメモリーロジックとか、いろいろ含むんですけども、43億ドルになっています。製品ラインナップを見てみると、割と低電圧から中耐圧ぐらいのところが多いかなといったところです。こちら IR 資料から持ってきましたが、パワー半導体以外にも電源 IC であったり、アナログ半導体、こちら保護やセンシング、あとイメージセンサーですね。そういったものを持っているので、車載機器のあらゆるところに使える製品ポートフォリオがあります。ただですね、これは弱さと言っていいのかちょっとわかんないんですけども、一つありまして、それは何かというと、MCU を持っていないんですね。マイコンありません。製品としては MCU のその先にあるものであったり、MCU に信号を供給するためのものだったり、そういったイメージです。ただこれから MCU を揃えていけるかっていうと、これはなかなか難しいんじゃないかと思います。というのも MCU 業界かなりライバルが多くて、ST マイクロ、ルネサス、NXP、マイクロチップ、インフィニオン、TI など、他がですね、めちゃくちゃ強いです。なので MCU についてどうするかっていうのはですね、結構難しい問題かと思います。次は ST マイクロエレクトロニクスです。こちら海外最後のキープレイヤーです。パワー半導体シェアナンバー3。会社の売上としては172億ドル。パワー半導体自体は約38億ドルです。扱っている製品カテゴリーを見てみると、アナログ製品、パワー半導体製品、マイクロコントローラー、そして IC であったり RF であったり、結構バランスよく製品ポートフォリオがあります。その中でもパワー半導体製品はどうなっているかというと、低耐圧から中耐圧までを揃えています。当然ですが SiC はあります。そして GaN もあります。SiC についてはパッケージ違い含めて103種類。GaN についてはまだまだこれからといったところで2製品でした。以前分解したテスラモデル3のインバータに STM のフル SiC MOSFET が使われていました。MCU やゲートドライブ持っているので、そういったものをパワー半導体とまとめてソリューション提供できるっていうのは強いです。次はリデルフューズです。フューズとかの回路保護製品をメインにやっている会社です。2018年にアイクシスを買収して中耐圧から高耐圧のパワー半導体製品をラインナップに加えています。こちらのラインナップを見てみると、シリコン MOSFET については低耐圧から高耐圧まで揃えています。低耐圧についてはトレンチゲート、高耐圧のものについてはスーパージャンクションです。実際製品見てみると音抵抗もなかなか低くていい感じです。驚くべきことに IGBT については耐圧を幅広く揃えているといったことです。パッケージについてもディスクリート、モジュール、圧接型全部揃えています。リテルフューズはパワー半導体の会社としてはあまり馴染みはないかもしれないんですけども、これについてぜひ覚えてもらえればと思います。次はセミクロンダンフォスです。有名なパワー半導体メーカーと比べるとあまり馴染みはないと思いますが、こちらパワーモジュールが主要製品の会社です。ラインナップを見てみると中耐圧ぐらいまでの IGBT と SiC MOSFET が主力の製品となっています。これらに加えてモジュールを組み立てたような製品なんかもセミクロンダンフォスから出ています。ホームページを見てみると半導体チップの製造というよりかはサプライヤーから購入したチップをモジュール形式に組み立てて販売しているようです。チップ自体の設計についてもいろいろ探したんですけども見つかりませんでした。もしかしたらやってるかもしれないんですけど、ここについては要確認です。ちなみにサプライヤーはニュースリリースから見ることができます。もしかしたらこれ以外にもあるかもしれないんですけども、見つかった範囲ですと IGBT についてはロームとインフィニオン、SiC MOSFET についてはロームと ST マイクロエレクトロニクスです。チップを他社から買ってきてそれをモジュール形式に組み立てる、そういった商売が成り立つってことはですね、パッケージング技術がこの会社の肝であるということです。セミクロンダンフォスのパッケージング技術について簡単にまとめてみました。これ以外にもたくさんあります。基本的にはシンターを使った接合技術が押されていました。これがモジュールの構造です。セラミック基板の上にデバイスを置いて、その間に従来はハンダを使っていましたが、こちらは銀焼結技術を使っています。そしてデバイスにはワイヤーボンディングしていくと。これがシングルサイドシンタリングと呼ばれるものです。さらにダブルサイドシンタリングといってデバイスの上側もですね、銀焼結してしまおうというものです。
こちらのダブルサイドシンタリングについては従来のワイヤーボンディングと比べて電流対量が 25% 増加すると。そしてサーマルサイクル、パワーサイクル対量も向上しているということです。こういったパッケージング技術を売りにしている会社っていうのはですね、なかなか面白いですね。他にもパッケージング技術はあったのですが、量が多くなってしまうので、とりあえずこのくらいにしておきます。次はネクスペリアです。もともとは NXP のスタンダードプロダクツ部門だったところです。基本的にはトランジスタ、ダイオード、ESD 保護などのアナログ半導体が主力の会社です。そしてパワー半導体についてはディスクリート製品を扱っていて、ラインナップについてもそこまでですね、種類は多くありません。特定のラインナップについて低体圧の MOSFET が強い印象ですね。そして SiC と GaN パワー半導体も揃えています。このくらいです。そして次は SiC パワー半導体のキープレイヤーであるウルフスピードです。もともとクリーでしたが事業を取捨選択して現在は SiC パワー半導体専業のメーカーになっています。会社全体の売上は8億ドル。そのうちですね、パワー半導体の売上としては約4億ドルになっています。このようなラインナップになっていて 3.3kV 耐圧までのディスクリートモジュールベア台を揃えています。パワー半導体の売上が4億ドルで、会社全体の売上8億ドルで、残りの4億ドルはどうしてるんだってことなんですけども、ウルフスピード実は SiC ウェハのサプライヤーとしての側面があります。残りの4億ドルは SiC ウェハのサプライヤーとしてです。ちなみに供給先はインフィニオンであったりルネサスであったりですね。会社のウェブページを見てみると、他の会社だと大体製品の頭のところに SiC ってつくんですけども、ウルフスピードはですね、もう SiC しか扱っていなくて、俺たちの製品は全部 SiC だよっていうことかと思います。ウルフスピードのパワー半導体がどういったところに使われるかなんですけども、最近ですと約7割が EV 用のトラクションインバーターに使われています。製品一覧を見てみると、オートモーティブ用のパワーモジュールの取り扱いはかなり少ないです。ですので、ベア台を販売してそれを使ってもらっているんじゃないか。そういうふうな予想はしています。このウルフスピード、SiC にもバンバン投資しているキープレイヤーなんですけども、株価はですね、なぜか低迷しています。一番高かった時が139ドル。現在は9ドル前後になっています。このくらい安くなってくると、どっかの会社がなんか買収とか考え始めそうな感じではありますけど、どうなんでしょうかね。ちなみに以前インフィニオンが買収を試みましたが、アメリカの国家安全保障上の理由で断念しています。次はナビタスです。こちらは GaN と SiC パワー半導体の専業メーカーです。2022年に SiC をやっているジェネシックを買収しています。基本的には USB 充電器なんかで使われている数百ワットクラスの GaN パワー半導体を得意としています。製品の特徴ですが、こういった GaN とゲートドライブが一体になったもの、それに加えて電流センス回路であったり保護回路なんかを一緒にした製品を多く出しています。特に電流センスなんかはシャント抵抗を使ったりすると、そこで発熱して回路のフットプリントが結構大きくしなきゃいけなかったりするので、電流センス機能なかなかいいと思いますね。あとドライブ回路が一体なのは、やはり GaN パワー半導体を使うのは結構難しかったりするんですね。そういった点から GaN を簡単に使えるようになるというのは、使える側からすると非常にいいことです。助かりますね。GaN パワー半導体の高速スイッチングを活かすには、フットプリントをギュッと小さくする必要があります。そういった狙いのある一体構成です。SiC MOSFET なんかも他のメーカーだと DIP-IPM なんかでゲート駆動回路が一緒になってたりするものもありますね。そう考えるとこの中にコントローラーは入っていないのでオールインワンというわけではないのですが、なかなか使いやすい構成になっています。次はパワーインテグレーションズです。最初の表には入れていなかったのですが、GaN を使ったユニークな製品を出しているので紹介します。パワーインテグレーションズの特徴は何といっても GaN パワー半導体を使った電源 IC です。GaN を使ったアプリケーションをコントローラーなしでこの IC 一つと周辺回路だけで構成できるのが一番の特徴です。この IC の中にコントローラーとゲートドライブ回路、そして GaN が入っているので、これ一つだけで設計がほとんど完了してしまいます。一方で問題点もあります。こういったところで使いたいっていうのが決まっている用途なら良いのですが、逆に用途が限定されてしまって柔軟な使い方ができないというデメリットもあります。あと最近中国が GaN パワー半導体を自国内で内製化してきています。3年前はパワーインテグレーションズの IC を使ったアンカーの USB 充電器とかかなりよく見たのですが、最近の新製品で見かけることは少なくなってきました。もちろんですね、最近の USB 充電器のワット数が高くなったというのも原因かもしれません。次はイノサイエンスです。これは垂直統合型のGaN専業メーカーです。
ギャンパワー半導体はファブレス企業が多いのですが、チップ製造を自分たちでやっている珍しい会社です。ラインナップですが、低体圧 15V から 100V、そして高体圧については 900V まで揃えています。こういったディスクリート製品であったり、ゲートドライブ回路、保護回路が一体になったパワーステージ IC、そして面白いもので GaN を使ったロードスイッチなんてのもあります。このロードスイッチについては GaN じゃなくてシリコンを使った方がいいかなと思うんですけど、なんかメリットあるんですかね。そして最後はアナログ半導体の王者、テキサスインストゥルメンツです。今回紹介するか迷ったのですが、窒化ガリウムパワー半導体を出しているので入れました。TI は基本アナログ半導体の会社ですが、GaN もやっています。どういったものを出しているかというと、TI のアナログ回路技術を活かして、ゲートドライブ回路が一体になったパワーステージ IC を出しています。GaN についてはどこの会社もパワーステージ IC を出していますので、使うのがやっぱり難しいんでしょうね。ですけど、使う側からするとありがたいことです。というわけで、パワー半導体各社についてざっくりと解説してきました。シリコンや SiC、GaN などの化合物半導体、そして酸化ガリウムやダイヤモンドなど含めて今後どんどん投資が進んでいきたいと思いますので、今後もしっかりと見ていきたいと思います。もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。セール情報など配信していますので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。